ろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、はい、どん底から成り上がるっていうテーマなんですけど、はい、人生山あり谷ありってよく言いますけど、山の時は人生楽しいなっていう感覚を思ったりするんですけど、谷の時に結構なんか人の器のでかさというか強さみたいなのがこう試されてるのかなって思う時があるんですけど、今人生がどん底っていう人に和尚さんどういうアドバイスされてますか？どん底っていうのは人ってバイオリズムって必ずあるんですよ。いい時ばっかりじゃないよっていうね。だから今日なんかはちょっと節分とかね、そういったご祈祷があったりするんですけど、そうした節分なんかも厄年とか、ね、厄除けとかっていうように、じゃあ厄って何なんですかって言ったら、いや悪いことが起きる、いわゆる今のどん底になるよっていうイメージ。いい時から比べると厄年で、また厄年を抜けるといい時が来るみたいなバイオリズムがあるんです。でこれは年のバイオリズムもあるし、月のバイオリズムもあるんですよ。でさらにはもっと深く掘り下げていくと、今日一日のバイオリズムっていうのもあるんですよ。よく暦でね、六曜の暦で先勝ちとかあるじゃないですか。ね、それは何なんですかとか、先負けとか先勝ちとかあるんですけど、それはじゃあ午前中は良くて午後から悪いよとかって、あれも一つの一日のリズムだったりするんですね。だからその人の星回りでその人のバイオリズムがあるんで、一概にはどん底なのかどうかっていうのはあるのが当たり前なんですね。だから大凶って言われているリズムがある。例えば先ほど言った厄年なんかもそうなんですけど、じゃあ厄だから悪いことが起きるから、じゃあどん底だからどうしたらいいのって言ったら、私は厄年を大凶とは伝えてないです。厄年はどん底は役割の年になるんやでって伝えてます。はい、だからできてたことができなくなる、考えんでよかったことを考えなきゃいけなくなるで、人に振り回されるって、これ、どん底になった雰囲気やと思うんですね。だったら厄年もこういうことが起きますよと、だからじっとしてなさいっていうんじゃなくって、例えばですよ、じゃあ考えんでよかったことを考えなきゃいけなくなる、できてたことができなくなる、じゃあできなくなったことに依存執着していると、これ厄年になると思いません？でも、ね、できなくなったことなんて人間生きてたらいっぱいあるじゃないですか。ね、若い時はこんなことできてたのにもうできなくなっちゃったもあるでしょうし、ね、去年まで一緒やった人に別れて今年は一人ぼっちになる人だっているでしょうし、ね、付き合いがあった、じゃあ周りがなくなっていった、いろんなあるものっていうのはなくなる時が来るわけじゃないですか。っていうことは、なくしたものや失ったものに執着依存していると厄年。逆になくすものなんてあるんやから、失うものもあるんだから、今何ができるかを探せる人になったら役割の年に変わりません？でその次に考えでよかったことを考えちゃう。これって考えすぎたらどうなるかって言ったら、誰でもどん底行きますよ。もっとどん底になっちゃうわけ、厄年になっちゃうわけだけど、考えすぎたらね、マイナスになるんやったら、考えずに行動を起こせる人になったらどうでしょうか。これは役割の年に変わるわけなのね。じゃあ人に振り回される、どうでしょう。皆さんも人に振り回されてる時って考えてみて、言いたいこと言えてない時ちゃうと、いわゆる我慢してる時じゃない。我慢すればするほど振り回されちゃうんですよ。だったら我慢せずに、どうやって言おうか、どうやって伝えようか、どうやって自分の今の気持ちを上手に伝えようかって勉強できる人になったら、これは役割を作れる年になりません？っていうことは、どん底っていうのは役割を作っていかなきゃいけない時なんですよ。できなくなったことに執着する、ね、考えすぎちゃう、我慢するってなったら、これはどん底になると思いません？その逆じゃないですか。どん底だと感じている時は、何ができるかを探す、そして考えすぎずに行動する、そして我慢せずにちゃんと言える人になる。この3つも持ってもらえば、どん底から這い上がれる人に変わるんじゃないのって思います、私は。はい、別視点になるんですけど、はい、その波っていうのはもうやっぱり絶対あるものなんですかね、人生生きてたら。そうですね。やっぱ波っていうのはいい時もあったり悪い時もあったり、でもそれも捉え方一つだと思うんですよ。だから先ほども波で最悪やと思うのか、それともこれが課題やと捉えるのかによって変わってくると思うし、だから私は災難、災いに難しいって書いて災難じゃない。
だったら災難って考えれば逃げたくなるのが常でしょ。だけど私はそれを課題に捉えるんやったら最高に難しいって書いて災難と呼びなっていう話をするんですね。だから最高に難しい問題が目の前にあるわけよ。それは災いじゃなくてね、最高に難しい課題がやってきたの、問題が。それをね単純に解きたいか解きたくないかって考えたら答えが出るんじゃないかな。ね、解きたくなきゃもうそれ以上考えるな。解きたかったら勉強しなさいっていうだけのことなのね。それで知識をつければ災難は災難じゃなくなるのね。だからそれを乗り越えていけばそんなことぐらいでは悩まない人になるじゃないですか。ね、でも逃げてたらそれはいつまでたっても難しい問題のまんま膨れ上がっていってしまうのって考えれば、はい、いいと思います。人によってその課題ってすごいなんか大小結構差があるじゃないですか。なんかすごいこの人人生だなっていう人もいたりするじゃないですか。そういう人たちっていうのは生まれた時からそういう課題をこう持ってるっていう感じなんですかね。そうですね。だから課題を持ってない人はいないんですよ。ただどこまで行ったらいいかっていうのは生まれ持った役割の違いじゃないかな。例えば1億円稼いでも足りない人もいるでしょうとかね。ところがじゃあ100万稼いだら十分な人もいるでしょうっていう、お金の価値観ではないんですけども、それと同じでね、ここまでやったらいい人。だから例えば結婚して、ひ孫が生まれるまで頑張って面倒を見てるのが人生の人もいれば、結婚1回もせずにそれでも満足できてる人もいるっていうことは比べようがないんじゃないかな。でも課題がないことはないです。それぞれのその生まれ持ったものがその到達するまでは一生懸命何遍でも課題はやってくると思うし、だから死ぬまでずっと成長やし勉強やと思うんですね。だからどっかで自分がうぬぼれてしまったりとか、ね、どっかで成り上がったり出来上がったりするんではなくて、生きてる間っていうのはずっとね、課題としていろんなこと起きてくることは課題。ただそれが苦しい課題ならばそれは自分が成長できるチャンスやと思うし、ね、それが楽な課題やったらこれでよかったんだって褒めてあげればいいと思うしっていうことだと思います。はい、逆に言うとそういう成長したいとかそういう意識とか、ある意味しっかりあるからどん底と感じるっていうのもあるかもしれない。そうですね。やっぱり自分が成長する時こそ課題は多いんじゃないかな。学生の頃のテストなんてそうじゃないですか。資格取りたかったらこのテストを受かんなきゃ資格取れない。卒業したかったらこのテストを受けなければいけない。ただそれが大人になったらペーパーじゃなくなっただけなのね。ペーパーじゃなくてじゃあ実践ですよと、実技のテストですよって考えてもらえば、このテストを乗り越えることでじゃあ合格すればね、そんなことで悩まない人になっちゃうっていう、そういうことだと思います。はい、ありがとうございました。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old?A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはねそちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。